皆さんこんにちは、じゅんです。今日は日本の秋について話したいと思います。一番好きな季節っていつですか？私は春と秋が好きです。秋ってどんなイメージ？皆さんが住んでいるところは秋がありますか？日本の秋ってどんな感じ？何をするの？何を食べるの？こんな内容をお話しします。日本では秋といえばスポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋なんてよく言われます。どうしてスポーツの秋なんでしょう？日本では毎年10月の第2月曜日がスポーツの日という祝日なんです。もともとは10月10日でした。これは1964年に東京オリンピックがあったんですが、その開会式が10月10日だったんです。その日を体育の日としてきました。その後、移動祝日、その年によって日付が変わる祝日になって、2020年にスポーツの日という名前になったんですよ。私が子供の頃、毎年運動会がありました。クラス対抗のリレーがあったり、赤組と白組に分かれて戦ったりしました。障害物競争とかダンスもあったと思います。地域によってスポーツイベントがよく開催されるのも秋です。きっと猛暑と呼ばれる日本の暑い暑い夏が終わって、スポーツにはいい季節なんでしょうね。読書の秋とは？皆さん本を読むのは好きですか？どんな時に本を読みますか？日本の秋は過ごしやすい季節で、しかも日が暮れるのが早くなる。夜が長い。家でゆっくり過ごすことが増える。つまり読書に向いているっていうことだと思います。食欲の秋は？秋といえばどんな食べ物を想像しますか？私がイメージする日本の秋の食べ物といえば、松茸、サンマ、梨、ぶどう、栗なんかがあります。日本にはいろんな種類のキノコが売っているのをご存知ですか？椎茸、しめじ、えのき茸、なめこ、こういうキノコは一年中スーパーで買えるんですけど、松茸は秋だけです。しかもとても高級、値段がとっても高いんです。値段が高いキノコと聞いたら、皆さんいくらぐらいを想像しますか？1本5000円 ?1 万円？もしスーパーで松茸を買うなら、きっとイメージするキノコの値段よりゼロが1つか2つ多いので、値段をよく確認しましょう。この松茸はシンプルに焼いて食べたり、炊き込みご飯にして食べます。皆さん、もし日本で機会があれば松茸試してはいかがでしょうか。そして秋の魚といえばサンマですね。サンマ、聞いたことがありますか？サンマってどの国で食べられているの？これ私も知らなくて今ちょっと調べてみました。ロシア、台湾、中国、韓国、ベトナムなどでも消費されているようでした。そして東京の目黒という場所では毎年サンマ祭りというものがあって、無料でサンマが振る舞われます。秋の風景といえば、
そう、紅葉ですよね。紅葉。葉は葉っぱという漢字。紅は赤色という漢字です。紅葉という漢字、もみじとも読むんです。紅葉ともみじの違いは何でしょう？紅葉というと緑の葉っぱが赤や黄色に変わっている風景をイメージします。でも、もみじというと赤や黄色になった葉っぱのことという印象がします。広島の有名なお土産に、もみじの形をしたもみじまんじゅうというものがあります。とっても美味しいので、もし機会があったら食べてみてください。そして秋に和食のレストランに行ったら、もみじの天ぷらがあるかもしれません。秋になると黄色くなったイチョウの木も見かけますね。子供の頃、家の近くにこの木があったんですけど、銀杏という実が落ちて、そこを通るとき、私はいつも息を止めていました。さっきの紅葉ともみじと同じように、イチョウも銀杏も同じ漢字ですね。イチョウは木のイメージ。銀杏はその独特な匂いがする実のイメージです。イチョウの木になる実、銀杏はよく茶碗蒸しに入っていることが多いです。あと、私が秋だなって感じるときは、赤とんぼが飛んでいるのを見たときと、秋の虫が鳴いているときですね。一般的に私は虫が苦手です。でも、秋の虫が鳴いている声は好きなんです。夏が終わって秋になるなとか、虫の声を聞いてちょっと寂しい感じも好きです。10月末にはハロウィンがありますね。日本ではいつからハロウィンが有名になったんでしょう。ちょっと調べてみました。1997年に東京ディズニーランドでハロウィンのイベントが開催されるようになったそうです。2000年代になるとスーパーなどでもハロウィンのモチーフのパッケージやお菓子が売られるようになりました。渋谷のスクランブル交差点ではハロウィンで仮装して集まる人が増えすぎて、ゴミの問題や路上でお酒を飲んで酔っ払う人が増えたり、無料で使えるコンビニを着替える場所として使ったり、たくさんの問題がありました。そこで渋谷区はハロウィンや12月31日のカウントダウンなど、人が多く集まる時に限って路上でお酒を飲むのを禁止していました。でも、2024年10月1日から渋谷駅周辺の路上や公園などで飲酒が禁止されました。人が集まって楽しむのも大切ですけど、そこに前から住んでいる人やお店をやっている人には迷惑になったのかもしれません。皆さんの住んでいるところでは秋といえば何がありますか？何を食べますか？特別なイベントがありますか？コメント欄で教えてくださいね。今日はここまでです。じゅんでした。また会いましょう。